The number you have dialed is not in service at this time. 失礼いたします。めちゃくちゃジューシー。どうもこんにちは。焼肉ベースかけるの俊介です。パリオリンピックの選手の皆さん、本当にお疲れ様でした。わかりましいや、感動したね。た。だいぶね。あんまり見る時間はなかったんですけど、国を背負って戦っている姿にいつも感動させられてます。特に僕がね、印象に残ったのが卓球男子の張本選手、団体でねこうメダルを逃してしまったんですけども、その時のインタビューで言ってた言葉がすごく心に残ってまして、もう全部僕の責任だと。エースを名乗る以上責任は3等分するもんじゃない、そうでなければエースになる資格はない。負けた後のねインタビューで言葉出るって、どれだけのものを背負って日々練習してこのオリンピックに臨んだのかっていうのがすごく伝わってきて涙が出ますね。僕も小さいですけれども一つの会社のね責任者としてマインド、自責思考っていうのは絶対に他責にしないっていうマインドがすごく勉強になったので、なんか僕も頑張んなきゃなという気持ちになりました。でですね、パリといえばフランスフランスといえばフレンチといえばお肉関連で思い浮かぶのある？フレンチの肉、いろいろあるけど、ポークとかのイメージかな。結構ねジビエ使うことが多いんですよね。鹿肉とかで、今日は鴨肉を使って料理をしていきたいなと思います。こちらなんですけど、これ鴨の胸肉なんですね。でもちろん焼肉屋には置いてないんですけど、これスーパーとかで結構買えるんですよ。ハナマサには多分確実に売ってます。このダックキングっていうやつ、この胸肉を使って今日2種類作っていきたいと思います。で1つ目がシンプルに鴨のステーキ、塩コショウしてネギ塩だれとかで食べるとすごく美味しいんで、もう一つがコンフィとか作ってみたかったんですけど、さすがにめっちゃ時間かかるんで真似もしづらいでしょうし、あまり時間もなかったので、鴨肉のローストですね、和風に仕上げるので、その辺家でも簡単にできるようにレシピ作ってますんで、それを2パターンで作っていきたいと思います。じゃあまず仕込みの方から。これ大体ねこれ冷凍されて売ってるんで、しっかり解凍してから使ってください。でドリップがすごく出るんで、こういうペーパーを引いてあげて、ちょっとジビエなんで衛生面は気をつけてしっかり火を入れたりとか、このまな板とかもしっかりきれいにして。なんかドリップは出てるけど別にそんな臭みとかない。全然臭くない。鴨が獣臭さとかってイメージあるじゃない。全然そんなことないんで、ちょっとこういう筋とかがあるんで、この辺取っていきます。そんなに気にしなくていいんですけど、取った方がより食べやすいぐらいなの。そうだね、家でやる場合こんなの全然取んなくてもいいかなっていう感じです。こんな感じですね。今日2つ作るんで真っ二つ半分に割っていきます。これ鴨肉ってすごいヘルシーですごい栄養価が高いんで、ちょっとステーキ用に隠し包丁を入れていきます。これも別にそんなにしっかり入れなくてもいいんですけど、こんなもんでいいです。粗めだね。全然すごいジューシーで柔らかいんで、これはそのまんま煮込みにしていきます。まずこのステーキの方なんですけども、味付けしていきますね。結構シンプルでいいです。塩強めに当ててください。ブラックペッパーですね。で鴨肉ってすごく旨味があるので、変に化学調味料とか使わなくていいんで、この塩と胡椒だけで大丈夫です。鴨肉ローストの材料なんですけども、これ一番だし、昆布とカツオで引いただしが 660ml ですね。酒、醤油、みりんを 200ml ずつ混ぜてあります。これを温めます。で今日は1人前ぐらい作るんですけど、例えば家で作る時とか鴨の胸肉を2本ぐらい買ってきて同時に作ってタッパー入れて保存できるんで、冷蔵庫入れて冷たい状態でもすごいいいおつまみになるんで、まとめて作るのはありかなと思います。でちょっと煮立ってきたんで鴨肉入れていきます。中弱火ぐらいで20分煮ていきます。でこれあんまり火強すぎると結構ギュッと硬くなってしまうんで、弱火気味でやってあげてください。鴨のロースト煮てる間にステーキも同時に作っていきます。そしたらフライパンでいいんでオリーブオイルちょっとでいいです。温まってきたら鴨ですね。で皮面を必ず先に焼いてください。皮面先に焼かないと身が丸まってこんがりうまく皮が焼けなくなるので、しっかりフライパンにくっつけてください。こういうフライパンとかで重しをしてあげると皮面が全面パリッと焼けるんで、こういう風に置いといてもいい。
で1分半ぐらい焼いたんですけど、そしたらひっくり返します。ほらパリッとしていい焼き色でしょ。ひっくり返したらちょっと弱火に落とします。だいたい両面がこんがり焼けてきたんで、一回ちょっと休ませますね。これでだいたい5分から6分ぐらい休ませます。あ、結構休ませるんだね。結構分厚いから中までしっかり余熱で火入れてあげます。ヘイシリ。あ、反応した。12分測って。おー、すごいできた。できた。すごいじゃん。ケスケがアップルウォッチを買って最近で全く使いこなせてなくて、今初めていいシリを。俺人生で今初めてシリ使った友達になれた。すごいよね、マジで優秀です。シリすごいね。シリすごいね。友達になりたかった。あれをちょっとおっさんになってくるとね、この世の中の機械になかなか。はい、今鴨肉を5分間休ませて、またちょっと焼き入れしていきますね。香ばしいいい匂いがしてますね。ここからはじっくり火入れていく感じですね。ちょっとこうやって傾けて、この鴨から出た油があるんで、ここでちょっとこう揚げ焼きみたいな感じで側面とかもこう焼いてあげてください。これずっと弱火でしてます。で今いい感じに火が入ってきたんで、これまた休ませます。はい、これで大体3分ぐらい休ませたら完成になります。今20分間煮ましたので、粗熱が取れるまでちょっと放置しておきます。ステーキとローストですね、仕上げから3分間寝かせてあります。でこれが粗熱が取れた状態の鴨のローストですね。切り付けしていきます。さあ中身どうでしょうか。はい、うまそう。完璧だね。しっかり肉汁が閉じこもってますね。休ませたので。鴨のロースですね。はい、大体こんな感じの色ですね。中までしっかり火が入って肉汁も落ち着いてますね。さっきのタレ、煮だれと一緒にタッパー入れて保管しとけば結構1週間ぐらいは持ちますんで、これ結構パーティーとかにもいいですね、こういうの。こちらで鴨のステーキと鴨のローストの完成になります。じゃあこちら2つ試食していきたいと思います。はい、というわけで先ほどの鴨のステーキとロースですね。綺麗だね。はい、また食います。こいつ食うだけだなって思ってるかもしれないですけど、ちょっといいとこからいただいちゃいます。めちゃくちゃジューシー。ちょっと熱いんだけど、それでも全然柔らかくて噛み切れてる。もう中に旨味がすごい詰まってる感じ。味付けはシンプルなはずだけど、めちゃくちゃこのジューシー感が美味しい。すごい旨味出てくるでしょ、噛んでる。強い、結構強い、噛めば噛むほどって感じで。鶏肉みたいな旨味が出てくるよね。結構分厚いから火入れは難しいんですけど、さっきの工程焼いて寝かせて焼いて寝かせるっていうのをやってあげるとしっかりロゼ色になりますんで。ネギ塩も合うのかな。そうだね、ネギ塩をつけて。めちゃくちゃ合う。ネギ塩の味もそうなんだけど、食感も加わってネギ塩うまい。最初はそのシンプルに食べてみていいかもしれないけど、あった方がおすすめかな。ネギ塩の作り方は別動画にあるので概要欄に貼っときます。あとロースですね。でこれも最初そのまま。これね、お酒のつまみにぴったりですよね。いきます。これもやっぱりステーキと同じように旨味もそうなんだけど、口に入れた瞬間出汁の香りが広がってくる。あとこの香ばしさと違って、プルンとした皮目とかもねすごく美味しいから。そうね、この油部分っていうか皮目部分がコラーゲンのプルプルした感じで、ステーキよりもこっちの方が感じやすいから、これはあれマスタードが合うのかな。一応和風のタレで作ってんだけど、すごい粒マスタードが合うんですよ。どれどれ。いきます。意外や意外。合う合う。一気にちょっと洋風っぽい感じになるんで、さっき
やった通りにやってもらえれば結構レベルの高い2種類の料理ができますんで、本当にパーティーに最適っていう感じですね、鴨肉。言われちゃったパーティーに最適って言って締めようと思ってたのに言われちゃった言われちゃったっていう感じで、ぜひね試してみたいと思った方、興味のある方、チャンネル登録をお願いいたします。お願いします。じわりじわりと増えてます、はい、またねこれから面白い企画とかも今準備しているところなんで。そうだね、今8月なんですけど9月からまた新しい試みでさらに YouTube チャンネル力入れていこうかなと思ってますので、楽しみにしておいてください。楽しみにしてください、それじゃまたバイバイ。包丁でこそいでいきます。こういう感じです。